一昨年去年の出来事を経験して信頼していた太田メディアでさえ事実と異なる発信をすることがあり、いや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 、立花さんはすごいです言うてたお前やん。姫路でわざわざ竹内さんの悪口を言うというあの演説をお前が録画したんや。大人が2秒であなたを見限るミスをあなたはやってます。唖然とする。困難が通用する兵庫県に。で、さらにね、織田さん、あなた経営者として間違えてないですかね。あ、話にならんで思い出したんですけど、話にならんのこいつですよ。こいつやっぱ話にならんな。いや、昨日、なんかツイッターに書いてる人がいて気づいたんですが、約1年以上ぶりにノートを公開して、株式会社メルチュの広報チームです。メルチュは、2026年10月にいよいよ10期目という大きな節目を迎えますって言うて、代表の織田楓が今まさに考えているリアルな思いを聞くべくインタビューを実施しました。その内容をぜひ皆様にお届けしたく記事にまとめます。ぜひご覧くださいということなんですが、今僕が読み上げた段階でこいつらがダメな集団であるってことは分かったの分かります？ほとぼりで冷めたほとぼりが冷めたつもりでいるとか言ったらみんなねここを批判してんのね。ネットを見てるとね、ちょっとまずここをお話ししましょう。一昨年去年の出来事を経験して信頼していた太田メディアでさえ事実と異なる発信をすることがあり、受け手側も情報の信憑性を確かめずに声の大きな意見を鵜呑みにしてしまう現状があるということを強く感じました言うてんねん。いや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 、立花さんはすごいです言うてたお前やん。お前加害者側やん。お前、ほんでね、こいつね、さらにこいつね、こんなこと言うとんの。怖い思いもたくさんしましたし、正直本当に苦しかったです。こうやって人はしてしまうんだなという精神のギリギリの淵まで行った気がしますって。いや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 、お前が乗っかったムーブメントで人何人死んでんねん。どの口言うてんねん。お前は竹内さんを殺したあの数十万人のうちの筆頭やんけ。この一個前の記事はドヤ顔で2024年の兵庫県知事選挙でどれだけ株式会社メルチュが頑張ったかってやつです。で、その株式会社メルチュ頑張ったんでしょ？で、その頑張った中には、姫路で斉藤元彦が地元の県議がデマを流してるという、姫路でわざわざ竹内さんの悪口を言うというあの演説をお前が録画したんや。お前は誤の全き意味でのリンチに加担したの。人のことボロカス言うて最後に怖かったって言うて許されんのは安江姉さんだけです。お前人のことボロカスに言うてんねんて。で、実際ボロカスに言われた人死んでんねん。というとこでみんな怒ってて、ここで怒るのは当然やと思うんですが、そこで怒るのは普通の人です。普通の人ですって言うたらおかしいけど、普通の人ですって言うたらおかしいけど、普通の人はそこで怒るのよ。そこで怒るのは普通やし、みんなそこで怒ってるし、怒ってるとこ間違えてるというわけではないんですが、ただね、実を言うとね、株式会社コーポレーションもね、設立10年目なんですよ。奇遇ですね。まあ来年10年のパーティーやろうかなと思ってるんですけど、僕が会社辞めたのが2014年やったんで、2014年の10月やったんで、まあ独立して12年。で、その後、個人事業主でやっててね。ちなみに個人事業主の時の屋号はプランニング企画言うんですけど。で、2017年に創業してますから、株式会社がなりしてますから、プランニング企画が株式会社なりして、株式会社コーポレーションになったんです。でもこの間一般社団法人谷町研究所を登記まで確立つきまして、今銀行口座開設で、まだそれは土日話しますけども、銀行口座開設でバタバタしてます。まだ開かないんでちょっと事業が開始できないんですけども、企画が株式会社になったんですよ。
で、まあ、一般社団法人谷町研究所は住所が谷町やが谷町研究所です。まあまあそこまではええんですけど、次僕は合同会社作ろうと思ってて、違う事業で。その合同会社は合同会社一人って名前にしようと思ってるんですよ。そういうシリーズを広げていきたいと思いますんで、それでいこうかなと思ってます。いや、最初ね、合同会社はトゥギャザー合同会社にしようと思ったけど、あんまおもろなかったから、もう合同会社一人の方が面白いなと思って。あとあともう一つは、NPO 法人私利私欲っていうのを作りたいっていう。まあ、という、その限界にチャレンジしてるわけではないですけど、やりたいなと思ってるんですよ。まあ、それはええんですけど、で、まあ、大田さんとこの、株式会社メルチとね、うちの株式会社コーポレーション同い年なわけですよ。で、大田さんは僕よりだいぶ年下でしょ。ほんで、まあ、ね、偉そうなこと言うけども、さっき言ったそのポイントとかね、大きな声がどうたらとか、真偽を確かめずうんぬんかんぬんとかって言うてる、あれのね、お前やないかっていう、もう全部ブーメランじゃない。もうそこで怒ってるっていうのは正しいんやけど、株式会社コーポレーションが株式会社メルチュさんと同い年であるということ。で、一方で、織田さんよりも俺がだいぶ年上であるということ。というその共通点と差異点に立脚してね。そして僕は日本語で商売をしているということを立脚してね。さらに言うと、織田さんよりはトゲの多い門松を何回かくぐってきた人間としてね、ちょっと言うとかなあかんことがあるなと思ったんです。どんなに書いてることがええと思おうがどうか、あなたのこのノートの記事は広告屋さん、何かを表現してそれを金銭化しようとする人間として最低の失敗を犯しています。そして普通の企業、普通の社会人、普通の組織があなたの会社に発注するというんであれば、僕は言葉は悪いですが、あなたは営業力や企画力や、あるいは商品のクオリティ以外の何らかの形で、普通であればそんなことはしないネポティズムであるか、あるいはセックスそのものであるかで仕事を取ってきたという烙印が押されるほどのミスをあなたはこのノートで犯しています。大人が2秒であなたを見限るミスをあなたはやってます。あなた広告屋さんなんですよね。広告屋さんというのは、お客さんが持ってはる、自分の顧客、クライアントが持っている、この自分の何がしかを世の中に広めたいという時に、お客さんの持ってはる心の中にある言葉になっていない心を言葉にしてあげて、絵にしてあげて、映像にしてあげて、音楽にしてあげて、こういうのですと世の中に投げる。この変換装置で価値を生み出して、そこに収益を上げるというのは広告屋さんの仕事です。すなわち、あなたは広い意味での表現者です。その表現者が1年ぶりに大々的に自分の仕事を対外的に紹介しよう。そのお客さんの心の中にある言葉になってない言葉、絵になってない絵、音楽になってない音楽を具現化しましょうという機能を提供しますと言ってる会社がやってはいけないことやってるんですよ。しかも出落ち。そんなしょうもないことを突っ込むなって言うかもわからんけども、普通の大人はここで、もうこの会社あかんない言います。株式会社メルチュ広報チームです。メルチュは2026年10月にいよいよ10期目という大きな節目を迎えます。そこで今回は代表の織田楓が今まさに考えているリアルな思いを聞くべくインタビューを実施しました。日本語間違えてるやん。そしてその日本語の間違いが、こっから始まるインタビューが自作自演であるということを言うてしもてるやん。ここのがをにと間違えてるということは、インタビューをしている人間が織田楓だと言ってしまってるんです。しかし以下の記事は織田楓がインタビューされてるんです。それ広告屋として一番やったらあかんことよね。このにとがの一文字の間違いが会社としてのクオリティをあなたが広告屋さんである以上根底から否定してるんですよ。
そこでメルチュ代表織田楓に今何を考えているかを聞くべくインタビューしましたと言っておけば、以下の文章が心の中でみんな、これ自分でやっとんやろなと思いながらもインタビューとして読めるの。が、そこで織田楓がインタビューを実施しましたというと、織田楓さんがやってるインタビューになるわけ。主客の構造がガラッと変わるの。そしてこっから先はステマになるの。自作自演になるの。ステルスマーケティングになるの。広告会社としてあなた最低ですよね。これ他の人がね、このミスやってたら、まあ、学校の勉強できひんかってんやろなで済む話ですよ。だからあんた広告会社なんでしょ。で、しかも兵庫県とか広島とか公共団体と商売しよう言うてるんでしょ。いらんから。能力低すぎるから。雑やねんって仕事が。で、こんなミスを起こす会社に発注してる方の見識もね、疑われる。ほんでね、もうほんま嫌やの。この、もう兵庫のすかしたやつの嫌いなところが満載なのよ。何が嫌いかってもうこの写真でみんなムカつくんやけど、ここの写真でムカつくのは多分それはセクシズムとか嫉妬の世界やねんけど、もう何が嫌や言うのはね、このテイスト。リブランディングする言うてるから、確かにリブランディングしてるんです。どういうことかっていうと、1年前の例の元彦をどうやってやったか言うた時のパワポの漢字からね、パワポの漢字変えとんよ。営業資料のパワポの漢字変えとんねん。これ1年前のパワポの漢字です。これ1年前のパワポの漢字ね。で、今のパワポの漢字。この漢字なんです。これ、東京の流行り5年遅れて追っかけてるだけよね。要は、電通のやった仕事が東京で咀嚼されて、5年経って大阪に流れてきたやつパクってるだけよね。これ5年前にこのテイストのパワポのスライドよう見たよ、俺。このテイストのパワポのスライド5年前に見てて、今のバージョンのオフィスやったら、基本的なスライドのテンプレとして入ってるテイストよね。で、それ多分イラストレーターに出して、どっかのデザイナーに出して、もっぺん自分で作ってんねやろうけども、ほんなもん今、恥ずかしいで。センスが。内容をパクってるとは言わんけれども、テイストがね、古いの。5年前の東京です。で、それいけてると思うてんね。もうこのテイストようあったよ。演じでね。で、イラスト白黒で。で、重要な話は3点までいうやつでしょ。ねえ。ようあるよ。パワポのスライドのテンプレであるんちゃうか、今のあれやったら。さすがにパワポはないか。デフォのテンプレではないか。でもパワポスライド、もう明日持ってくるけどめんどくさいから、パワポのスライドのテンプレ売ってるサイト行ったらこんなん何もでも売ってるで。どっかで見たやつです、これ。で、3点目。日本語を間違えて、ステマになってしまっている。というね、広告屋にとっては犯罪行為とも言うべきようなミスを犯しているというのが1点目。2点目、パワポのスライドがダサい。てか時代遅れすぎる。もうちょっとあっとびっくりさせてくれ。パワポで仕事すんのやったら。基本的に俺は社会人としてパワポで仕事するやつ嫌いやけどね。営業資料パワポで持ってきたやつは、もう帰ってってすぐ言うのは、って言われる時あるけど、いや、パワポの段階で話聞きたくないって俺よう言うけど、パワポでね、営業してくるやつ嫌いなんや、俺。パワポで、いや、キーノートですとか言うかもわからんけども、どっちに従って、そもそもね、プロジェクターに出して喋るものを紙で持ってきて焼いて読んでくれ言うてる段階でお前客のこと考えてへんよなって話じゃない。大っ嫌いやな俺パワポ A4 の横の紙持ってくるやつ。お前の喋りたいことみたいなお前秀丸で書いて2行で済むわいう話で、あとそれとプレゼンの時にプロジェクターで出してるやつと紙の資料が一緒のやつも嫌い。お前何してんのと思う。一番嫌いやねん俺。スライドでとうとうとしてもそれはおもろい話やんけと思うけど、手元の紙一緒やねんスライドと。これ何のためにあんのこの紙。これ紙はお前そこに載らへん小さなデータとか載ってんのわかるけどよ。お前がそこでとうとうと喋っとう内容とここの手元の紙が一緒ってお前それ何それ。
青なんちゃう？いらんやん、ほんなこの紙。どっちかがいらんやん。そのスライドか、こっちか。なんでハンドアウトを別の資料作ってけえへんの？なめとんちゃうのっていつでも言いますけど、そのパワーポのスライド使ってる段階で俺のスタンダードから言うと低いやつやなと思うけども、パワーポのテイストそのものがね、5年前の東京です。うわぁ、スカしてるなって、スッシュシュフォシュフォフィッフォフォフォフィフォフォファッフォフォフィフォフォフォみたいな音楽聴いてるノリで行きたいわけでしょね。そういうノリで行きたいわけでしょね。カレーシャツみたいな、別にカレーシャツじゃないけど、カレーシャツ的なちょっと大きめのリネンのシャツ着て、なんかコーヒー飲んじゃってる私みたいなノリでしょ。いやもうそんないらんから。気持ち悪いからもう古いから。ほんでな、リブランディングしてんて。リブランディングしたんやけど、リブランディングの肝がね、これらしいんですよ。これはこれで別にええと思うのよ。それが自分のコアコンピタンスなんだから、そのコアコンピタンスを売るのはええと思うの。違いを愛せる社会へ、フランス留学と魅力あふれる地域の広報で感じた個性の大切さってことで、やっぱり自分のコアコンピタンスはフランスの文化をよく知っていますということらしいんです。いや、それは別にそれでええのよ。別にフランスを売りにすんのがね、ダメだとか言ってるわけじゃないの。コアコンピタンスがフランスにありますって言うんやったらそれでええと思うの。それでええと思う。で、カフェオレとフィナンシェとかウィとか言うてたらええと思うの。それをバカにするものではないですよ。バカにするものではないけれども、別にそれが、いや、そのバカにはしてるんやで。ごめんね。バカにはしてるんだけども、ただ、今まで申し述べてきた日本語の間違いとパワポが古いという話、この2点に比べたら、フランスをアイデンティティにするということは別に問題ないと思う。多分でも俺の方がフランス語できると思うけどな。それは別にええと思う。それは別にどうでもええと思うんやけど、ごめんな。トクビル運用するのに俺、現地から翻訳してんねん。本確認してみて。多分お前には無理やと思うで。で、喋られへんけど読み書きはできるからな。1ミリも喋られへんけども、喋りたいとも思わへんけども、フランス語ってそういう言語ですから。読み書きはできますからね。書けないか。読めますからね。それはええんです。だから自分が、何やったっけ、SFC 行ったんやろ。もうその段階でちょっとなって感じなんで、SFC からフランス行ったっていうのがあれなんでしょ。ええよ、それはそれで。わかった。で、それがお前の人生のコアコンピタンスなんでしょ。もう、で、まだこれが10代とかやなしにもう30超えとんやろ。だからもうそれがもうコアコンピタンスで残りの人生60年いきますよ。それで OK。別に俺はそれに文句つけない。そして、フランス帰りですということを売りまくればいいと思う。で、それは僕は否定しないし、馬鹿にはするけど否定しない。前者2つは否定しますよ。でもフランスにコアコンピタンスを置くということは否定しないし、認めます。馬鹿にはするが認めます。がね、あなたフランスをさ、コアコンピタンにするんでしょ。にもかかわらずさ、会社の社税がさ、メーカーフラグシップってなんやねんお前。なんでそこで英語やねん。で、仕事できてないねんて。仕事できてないの。てかね、多分ね、仕事をするつもりもないんやと思う。ちょかちょかニコニコ、ペラペラ喋ってることが仕事なんやと思う。とんやと思うよ、多分。もうこんなんだ、もう電通のね、劣化コピーの劣化コピーの劣化コピーみたいなプワッポでね、間違えた日本語でとうとうと喋って、フランスですと、おと思ったら英語で標語出てくるって。誰買うねん。買うやつの気知れんわ、俺。なあ。誰買うの？群馬の人？あの人ら、送金遅いぞ、石の金やから。まだこのゴロ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 運んできはんねん、群馬から。仕事になってないよ、俺怖いもん、もう、おい。いや、俺、もし、新しい会社と仕事する言うて、これ、サイト見つけて俺引くもん。俺やったらやばいんちゃうの、これ。無理よ、こんなん。少なくとも俺はちょっと、もうこの案件だけにしようかって言うと思うな。ちょっとね、ちゃんとね、大人と一緒に仕事した方がええと思うよ、一回。ちゃんとした大人と。いや、ちゃんとした大人ってどういうことか言ったら、大きな企業に勤めてるとか、どうたらこうたら違いますよ。明日の振り込みなかったら一回心中するしかないという1ヶ月を1年続けた人です。それがちゃんとした大人です。一回ちゃんとした大人と仕事した方がええと思うよ。
真面目にやれって、真面目に。いやもうね、だからこういうすかした感じがね、この俺が言うその田舎者の感じでもう嫌なの。すんごい田舎者の感じで嫌なの。とんでもない田舎者の感じがする。不真面目。俺これでクライアントから金もらおうとしてるんであれば、俺やったら怒るもん、真剣に。B2C のビジネスって雰囲気が良かったらどうたらこうたらやったらまだわかるけど、B2B でこれをやろうとしてんでしょ。生きてる世界が違いすぎるわ。唖然とする。困難が通用する兵庫県に。こう揉めたんですよ、編集者と。冒頭ね、俺の原稿の兵庫県のことを書いた限界地方政治の中で俺兵庫県のことを担当したんですけど、ここで俺が書いたね、ちょっと長いけど読み上げます。冒頭の入り口ね。死者2名判明分のみ、逮捕者8名判明分のみ、うち勾留中の者1名、捜査機関に提出された告発状を数えきれず、2024年3月から打ち続くいわゆる兵庫県問題をあえて刑事事件の報告書に添えられたデータの表のように書き表すと、およそ右の通りとなる。端的に言って異常であろう。公益通報者保護法に違反した斉藤元彦兵庫県知事の言動に起因して、足掛け3年の間にこれだけの事件が発生し、そしてそのすべて、ほとんどがではない、文字通りすべてだが未解決だ。定性的に見ても兵庫県の問題は異常としか言いようがない。斉藤元彦による公職者にあるまじき失言の直後から関西のメディアを染め上げたスキャンダル報道、その後の議会の天変、全会一致での斉藤元彦の不信任決議、その直後からの手のひらを返したようなメディアの斉藤賛美報道、ネットで吹き上がるデマと誹謗中傷、公職選挙法を悪用した2馬力選挙、斉藤の再選、地方三流広告代理店を舞台にした公選法違反疑惑の発覚、当選したことを口実にした百条委員会や第三者委員会の結果報告の無視などなどと書いたんです。で、ここで地方三流広告代理店って書いたら問題あるんちゃうかって言われたんです。いや、問題あるかどうか知らんけど事実やからしゃあないやんってことを押し切ったんですけどね。三流でしょ。4と書かへんかったことを優しいな言うてもらわなあかんねレベルですよ。で、さらにね、4点目なんですけど、織田さん、あなた経営者として間違えてないですかね。あなたが守るべきなのはあなたのお客さんとあなたの従業員でしょう。なぜ自分の被害だけ喋ってるんです？まず言うべきなのはお客さんとスタッフに迷惑をかけたということでしょう。なんぼ自分がその自分とこの若い氏に、自分とこの若い氏が被った嫌な思い、被害がね、不当なものだと思ってて、そして同じものを自分も被ってるとして、まず対外的に言わなあかんことは、お客さんとうちの従業員に迷惑かけたって話しちゃうんけ。そういうとこちゃうけ。どっち向いて商売してんねん。いや、これがね、フランス留学してきた言うてね、わからんで、フランス留学してきた言うてね、東大法学部出て、財務省行って、ソルボンに行きました、フランス留学してきました、言うてる人やったら、わがって言うてて、そりゃそうや、だって国家の宝やねんか、そんなんは。東大法学部出て、財務省入って、国費留学でソルボンヌ行った、みたいなのは、そんなもんもう、国家財産ですよ。だから、私を主語に語りきるっていうのはええと思いますよ。それはもう国家としての社会としての財産です。それがエリートっていうんですよ。で SFC からどっかわからんフランス行って何ヶ月か遊んできましたいうやつはエリートでもない。でエリートでない以上自分を主語に語っても何の意味もないです。単なるネポティズムです。そんなやつやったらええよ。何でも東大法学部出ました。で財務省行きました。で23歳で国費留学に選ばれてソルボンに行きました。ソルボンで大体1回ちょっとだけ行って、その後もっぺん帰ってきてからさらにもう一回行っきょんねん。ほんまのエリートって経済産業省とか財務省とかのほんまのエリートってそうなんねん。今もやってますよ、ちゃんと。数は少ないけど。東大出た子で賢い子を若い時に1回短期間行かせて、で帰ってきて3年ぐらい仕事させて、課長補佐クラスになってからもっぺん1年間留学させるいうので、1年半とか課長補佐時代の留学は、入ってすぐの留学は半年ぐらいで帰ってきよるけど、1年半の留学は今やったらシンガポールの大学とか北京大学とかもちゃんと行かせてますよ。
だから23市で1回行って30前でもう一回1挙目。螺旋階段登る都合があるから、仕事があるからみんな、1回目は23市で1挙るけど、2回目の留学は30前後ですね。まあ30超えてからあんまないかな。まあでも30ぐらいか。で、今、日本の国家的損失はそうやって生かせた子が、向こうで世界の一流の人材と付き合うてきて日本へ帰ってきたら、自分が官僚と思うてもしてもろてる給料が安すぎるから、帰ってきてすぐ違う民間企業に転職するというのがね、何のために育てたんや、みたいな話っていうのが行さんあるんで、それが国家的損失なんで、政治家の給料と官僚の給料は、あと桁一つずつぐらい上げなあかんのですよ、ほんまは。なんで立花隆みたいな人間が政治の世界に進出してくるか言うたら、みんな勘違いしてるけど、政治家の給料が安すぎるからやで。政治家は国民健康保険と国民年金と、ほんで年収高々いったところで1000万超えるか超えへん状態やったら、そら気違い寄ってくるわな。だって普通の人けえへんねんもん。だって貧乏人でも手出る。アホの貧乏人でも手出るやん。当たり前でしょ、そら。議員の年金ないんやで。議員年金ないねんで。ほらなんでこんなに政治家に変なやつ増えたんやろって。お前らが政治家いじめすぎるからへん。なんで官僚アホやねんやろって。だってアホしかやらへんねんもん。賢かったら民間行くようになってもうてんねんもん。それから維新みたいな連中とか立花隆みたいな連中が政治の世界に入ってくるんです。賢い人に政治家になってもらいたいんでしょ。なんやったら東証プライム上場企業のせめて部長級クラスの社会人能力のある人にやってもらいたいんでしょ。ほんだ東証プライム上場企業の部長級と同じ給料と同じ保証を出さへん限り、誰がなんねん、そんな仕事。やるとしたら気違いか宗教の人どっちかしかおらへん。実際そうなるやん、だって。そうしてんで、みんなで。田舎者の列上で、公務員叩いて政治家叩いて給料高い高い高い言うてたら、なんか言うたつもりになってる田舎者の列上に耳傾きすぎてるから、アホしか国会議員にならへん時代が来てしもたんですよ。なんで立花隆みたいな人が出てくるのって、お前らが政治家の給料を削るからですよ。何を言うてんの？単純な話ですよ。今株下がってしもたけども、もう売り抜けてるから大丈夫やけど、キオクシアの債券で、コンサル会社とか、証券会社とか、ボーナスで、数十億のボーナスもろったやつゴロゴロおるで。キオクシア一社だけで。あかんかったらキオクシアをみんなで知恵出して再建して、もちろんキオクシアの社員の方、経営者も、あれで株買うてる人も儲かったっていうこともあるかもわからんけど、もっとやったのは手つけて証券会社とかで育てた人ら、あの人らのボーナスなんか、10億超えてボーナス儲てる人、行さんおるで。キオクシアの中の人やな、のうて。キオクシアの外にいて、キオクシアにいろいろなアドバイスしたりとか、周りとの協業の段取りして、ボーナス儲てる中の人でなんぼでもおるよ。で、そんな案件を自分のキャリアの中で5つ6つやるんよ、あの人ら。と思ったらどういうことをやってるかということですよ、皆さんが。で、そういう人らが一切政治に興味が向かないような待遇を政治家にさしといて、これで、なんで立花みたいなのが来んねやろ、なんで河合祐介みたいなのが来んねやろ、お前らがそれを望んでんねんって。当然の結果ですよ。まあだから自分が売り物になるような人間じゃないんですよ。森田さん。わかります？自分が売り物になる人間っていうのはね、我が国明治以降あんまり体制変わってなくて、自分の名前で飯食える人間って絵描いてるか本描いてるか音楽歌ってるかどっち、野球、スポーツ選手かですよ。それ以外のところで自分の名前で飯食えるっていうのは、東大出て財務省か経済産業省入って、で23市で1回短期留学させてもらって30手前で1年半ぐらいやって博士号取って帰ってくるやつだけが自分の名前で飯食えるんじゃやつです。絵描いてるわけじゃない、歌歌ってるわけじゃない、本書いてるわけじゃない、詩書いてるわけじゃない、スポーツ選手なわけじゃない、そして国費留学生ではない、ましてや私業じゃない。で自分の名前で飯食おうとするな、ほんまに。まあ、子供会のチラシとか商店街のチラシとか作っといたらええねん。で、ふれあいあんのか知らんけど、ふれあいって鏡のとこの広告取ってきたらええねん。あと、電信柱の広告と。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。